条約の抜け目を狙って開発された機体 ZGMFX56S インパルスガンダム。 ZGMFX56S インパルスは機動戦士ガンダムシードデスティニーで活躍した機体です。ザフト軍によって開発されたセカンドステージシリーズに位置づけられる機体であり、コアスプレンダー、チェストフライヤー、レッグフライヤーという3機への分離合体機構と、フォースシルエット、ソードシルエット、ブラストシルエットへの換装機構が導入されています。劇中では主人公シン・ナスカが登場して戦争のない平和な時代を作るために奮闘しました。今回はそんなインパルスガンダムについて解説させていただきます。こんなことで俺はコズミックイラ71年に繰り広げられた第二次ヤキンドゥエ攻防戦が終結した後、ザフトと地球連合はユニウス条約と呼ばれる軍縮条約を締結しました。これによってミラージュコロイドや核の搭載は禁止され、モビルスーツの保有数も制限されました。しかしザフトは万が一にも地球連合が再び攻めてくることに備えて軍備増強を行います。ユニウス条約の締結によってニュートロンジャマーキャンセラーの使用も禁止されたので、フリーダムのような無限のエネルギーを生み出す核エンジンを使用することができなくなり、ザフト軍は従来のバッテリー方式のモビルスーツ開発を行うことになりますが、モビルスーツの保有数が制限されたことから、モビルスーツ1機1機がより高い汎用性を獲得することを求められました。こうしてニューミレニアムシリーズと呼ばれる新型量産モビルスーツの開発が進められます。ニューミレニアムシリーズの試作段階ではザクウォーリアやグフイグナイテッドなどによるコンペティションが行われ、最終的には汎用性を重視するべくザフト版ストライカーシステムとも呼べる装備換装機構ウィザードシステムを導入したザクウォーリアが正式量産機として採用されました。そしてそんな新型の量産機開発と同時にユニウス条約にのっとった中で革新的な技術を最大限盛り込んで単独の性能を追求したモビルスーツの開発も進めます。こうして開発されたセカンドシリーズモビルスーツの1機がインパルスとなります。インパルスは分離合体機構を搭載したモビルスーツとして開発されたので、コックピットブロックとなるコアスプレンダー、上半身を構成するチェストフライヤー、下半身を構成するレッグフライヤーの3つに分離合体することが可能です。さらにモビルスーツの性能が向上する中、モビルスーツが搭載可能なバッテリー容量の拡大が追いついていなかったので、新たに開発したデュートリオンビーム送電システムを搭載しました。これにより母艦から特殊な粒子線デュートリオンビームの照射を受けることで、戦闘中に帰還しなくても電力を再充電して戦闘を継続することが可能です。さらにザクウォーリアのウィザードシステムを発展させた換装システムであるシルエットシステムが搭載されました。高機動戦闘や通常戦仕様となるフォースシルエット、接近戦や対艦戦仕様となるソードシルエット、砲撃戦仕様となるブラストシルエットの3種が用意されています。ウィザードシステムは基本的に母艦内で換装する必要がありますが、シルエットシステムではシルエットフライヤーと呼ばれる無人機によって各シルエットが牽引されるので、戦闘中に前線で換装可能となっています。なおこのようなインパルスの合体機構は全対戦中プロビデンスと同時期にロールアウトしたザフト軍の核動力モビルスーツリジェネレイトのコンセプトを踏襲しており、コックピットユニット以外が破損してもパーツを換装すれば戦闘を継続することができるという設計思想になっていますが、当初はこの思想を実現するためにまずザクウォーリアをベースとしたザクスプレンダーが開発されています。ザクスプレンダーはザクウォーリアに分離合体機構を組み込んだ実験機です。見た目からはとても想像ができませんが、インパルス同様チェストフライヤーとレッグフライヤー、そしてコアスプレンダーに分離可能で、さらにデュートリオンビーム送電システムも頭部に備えています。こうしてインパルスはザクスプレンダーによる検証の先に合体機構やシルエットシステム、そしてエネルギー供給が可能な運用母艦ミネルヴァと合わせてインパルスシステムと呼ばれる兵器として完成しました。そのためインパルスのガンダム OS は無制限のネットワーク駆動世代の教習モジュール並走という意味を持ちます。なおインパルスに合体機構が採用された理由について、2007年に発売されたガンダムファクトファイルでは、ユニウス条約のモビルスーツ保有数の制限に抵触することを防ぐため、1機のモビルスーツとしてではなく3機の戦闘機として扱われることを目論んだと言われているものの、
2016年に発売された電撃レータコレクション機動戦士ガンダムシードデスティニー上巻や2020年に発売されたガンダムモビルスーツバイブルなどではこの設定は語られていません。また漫画機動戦士ガンダムシードデスティニーの劇中ではセカンドシリーズの取材に訪れたジェスリブルが合体システムのメリットを尋ねた際にインパルスシステム自体がユニウス条約でモビルスーツ数に制限をかけられたことへの苦肉の策と語られているだけで戦闘機にすると条約上どの程度のメリットがあるのかどうかは不明です。ただしアニメ内では深夜ルナマリアがインパルスで出撃する際はインパルスではなくあくまでコアスプレンダーという戦闘機名称を出撃の向上としておりモビルスーツではなくコアスプレンダーの状態で出撃しています。新アスカコアスプレンダー行きます。ルナマリアホークコアスプレンダー行くわよ。インパルスの走行はフェイズシフト走行を発展させたバリアブルフェイズシフト走行が採用されています。従来のフェイズシフト走行は電流を流し続けるので高い防御力を誇る代わりに機体の稼働時間が短くなるという欠点を抱えていましたが、バリアブルフェイズシフト走行は装備や状況に応じて走行へのエネルギー配分を調整することが可能になったので任意で防御力を変化させることが可能になり戦闘時間の延長にも寄与しています。ただしコアスプレンダーだけはバリアブルフェイズシフト走行が装備されておらず対弾性が低くなっています。そんなインパルスの武装としてはまずコアスプレンダーに機関砲を装備しています。モビルスーツには通用しない牽制用兵装とされているものの劇中で対フリーダム戦でチェストフライヤーを射出して爆破させる際に使用するなど重要な役割を担っています。翼にはミサイルランチャーを装備しています。コアスプレンダーでの戦闘はあまり行われないので使用する機会が少ない兵装です。モビルスーツ形態での武装としては胸部に 20mm CIWS いわゆるバルカン砲を装備しています。劇中ではミサイルなどの迎撃や対人兵器として使用されるほかガルナ半基地攻略戦の際にダガー L を破壊しています。両腰にはフォールディングレイザー対装甲ナイフを収納しています。実体験なので機体の電力を消費しないというメリットを持っており劇中では主に量産機と戦う際などに使用されています。またフリーダムやジャスティスに装備されていたルプスを改良した高エネルギービームライフルとスライドして大きさを変えることが可能なシールド起動防順を持ちます。フォースシルエットを装備した形態フォースインパルスでは背部に外出力スラッサーや主力を装備することで高い飛行能力を発揮します。インパルスは全形態でホバリングが可能な機体となっていますがフォースシルエットを装備することで空戦能力がフリーダムに匹敵する性能に向上します。武装としてはフリーダムやジャスティスのビームサーベルラケルタ以上の出力を持つバジュラビームサーベルが追加されるのみとなっています。近接戦闘に特化したソードシルエットを装備した形態ソードインパルスはインパルス初登場時に使用された形態です。エクスカリバーレーザー対艦灯とフラッシュエッジビームブーメランを装備します。エクスカリバーはインパルスの前後ほどの長さを持ち二刀流として使用する場面や連結させた形態アンビデクストラスフォームとしても使用しています。基本的にビームガは側面にのみ発生させていますが対フリーダム戦では先端までビームが発生している描写が見受けられます。ビームブーメランは劇中では主に投擲して使用する描写が描かれていますがガンプラでは2機を合わせた実体兵器としての使用や質量を生かした衝撃を与える運用といったビームガを持たない運用方法が多々描かれています。質量を生かした運用よりもビームブーメラン回転中のエフェクトパーツが発売してほしいと思うのは私だけでしょうか。ブラストシルエットは対艦対要塞攻撃を主眼に置いていることから高火力兵装を搭載しています。ケルベロス高エネルギー超射程ビーム砲は非常に高い火力を有しており劇中ではダイダロス基地内を破壊しています。なおケルベロスの反対側には4連装ミサイルランチャーを装備しており弾幕を形成することが可能です。剣部にはデリュージー超高初速レール砲を装備しており他の武装と併用して使用することが可能なほか設定上は直線的な砲弾だけではなく曲げ打ちも可能とされています。その他には接近戦に対処するための装備としてデファイアントビームジャベリンをケルベロスの砲身内部に収納しています。劇中では恐るべき強肩ぶりを発揮してアビスを撃破しています。なお
ソードインパルスやブラストインパルスでのシールドは腕部の挙動を阻害しないようにするため、基本的に非展開状態で使用されています。インパルスはこの3形態を用いて戦い抜きましたが、構想段階では極地対応を目指してカオスインパルス、アビスインパルス、ガイアインパルスというシルエット案を持ちます。しかし実現には至らず、カオス、アビス、ガイアの3機がインパルスの支援機として開発されました。また後にフォース、ソード、ブラストの3つのシルエットを統合したデスティニーシルエットが誕生し、デスティニーの開発へとつながっていくことになります。劇中では地球連合軍のファントムペインによってカオス、アビス、ガイアを奪われたところから物語が始まりました。ルーキーパイロットであるシン・アスカは苦戦を強いられ、ユニウス7の破砕作業時にはアスランやイザークたちの戦いぶりに圧倒される様子が描かれています。これがヤキンドゥエを生き残ったパイロットの力かよ。しかしその後、地上でのザムザザー戦で死の危機に瀕したことで覚醒し、デュートリオンビーム送電やレッグフライヤー乾燥、シルエット乾燥といったインパルスの特性を生かして活路を切り開きます。アスランがカルセイバーが合流してからは、ガルナ半基地攻略戦で先の見えない細い抜け道をくぐり抜け、陽電飛砲台ローエングリンゲートを撃破するなどの戦果を上げます。こうしてパイロットとして強くなっていくシンは、フリーダムに肉薄するほどに成長し、アビスの撃墜に成功します。その後のフリーダム戦では、インパルスの特性を最大限に生かした戦いぶりを見せつけました。シンがデスティニーに登場して以降は、ルナマリアがインパルスのパイロットになります。デストロイの破壊に貢献し、レクイエムのコントロールルーム破壊を成功させるなどの活躍を見せますが、ドムトルーパーにやられ、最終戦ではインフィニットジャスティスにやられ、デスティニーと共に戦争の終焉を迎えるのでした。シンはまっすぐな性格ですが、おのごろで家族を失った経験から力を求めるようになり、ザフト軍のアカデミーに入りました。家族を失った悲しみの呪縛から逃れることができないシンは、悲しみから逃れるべく無我夢中で訓練に取り組みます。周囲とも馴染めず揉め事を起こすシンでしたが、ルナマリアとレイと共に訓練を受け、赤で卒業し、インパルスのパイロットに選ばれ、平和を求めて戦いの中に身を投じることになっていくのでした。そんなまっすぐすぎるシンを心配するアスランとの関係は亀裂が入っていき、ステラを独断で連合に返したにもかかわらず、司令部から罪を不問にされたことで、シンの助長は一気に強まります。そしてフリーダムがデストロイを破壊したことから、ステラを守れなかった自分を責めて、さらに力を求めるようになっていくのでした。いっつもそうやってやれると思うな。余談ですが、コアスプレンダーの両翼に装備されるミサイルランチャーレディーバード誘導ミサイルは、インパルス合体のバンクシーンで幾度となく取り外され捨てられているように見えますが、書籍機動戦士ガンダムシードデスティニーオフィシャルファイルやガンダムファクトファイルによると、まさかの切り離したミサイルは自動でミネルヴァへ帰還する仕様になっています。なんというエコな設定。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。